皆さんこんにちは。今日は液晶テレビの修理です。機種はシャープのアクオス LC40U30。 ご覧の通り電源を入れてもパイロットランプも光らないし、電源が回っている様子がない。これを早速開けていって見てみたいと思います。できるかどうかわからんけどやってみたいと思います。こっちがおそらく電源を制御する基板じゃないかなと思うんやけど、 PD349101112 がグラウンドで 15V か、5678が 15V 出てないといけない。2455出てない。150ゼロだね。56これも0、7、8、そうだね。よし、次はこのコネクターを外して買ってウィッダメね。ダメっていうことはおそらくやっぱこっちだろうね。こっちの故障だろうね。こっち基板を取ってちょっと見てみますかね。基板をそしたらちょっと見ていきましょうかね。これがヒューズで、これがバリスタかな。雷とかが落ちた時にこれが割れるんだろうね。でずっと来てセーフティーコンデンサーで、この辺の回路でノイズとかを逃がすんだろうね。コイルがあって、でまたコイルがもう一つついてると。でその下にヒートシンクでブリッジダイオードだね。4本足のブリッジダイオードがついてると。見る限りコンデンサーでキャパシターには膨らみもないし良さそうに見えるけどね。難しいね。ずっと順を追ってちょっと見ていきましょうか。まずはヒューズから。あれさっきまで切れてなかったのね。これね、これヒューズが切れてるね。試運転した時に切れたのかなこれね。これ切れてるもんね。おそらく試運転した時に切れたんだろうね。これ付け替えるとして、この2本から AC 電源を取って、この2本から AC 電源を取って、ここにヒューズがあると、接点の問題じゃなさそうね。切れてるよね。ヒューズ切れですね。これ後で変えるとして、ざっと見ハンドクラックもなさそうだし、で綺麗そうだよ。さっきのコイルの断線は
ここがコイルだと思うんだよね。つながってるつながってる。つながってるつながってる。これつながってるつながってる。で4本足のこれがブリッジダイオードだね。ブリッジダイオード、上にヒートシンクが乗ってて、問題なさそうやけどね。あれこれここが焦げてないっけ。これスパークコンがあるよね。なんか雷かなんか落ちたのかな。あ、このダイオードがショートしたのね。これだね。これじゃない。これダイオードじゃないね。ショートしとるもんね。こっちからこっち側にしか電気が流れないんだよね、多分ね。帯のついてる方にしか電気が流れないから、両方で導通があると、プラスマイナス入れ替えて導通があると、これ壊れとるね。これだね。このダイオードは、このちっこいダイオードはこれ OK。 これも OK。 とりあえずここのヒューズですね。ヒューズが試運転の時に多分これ切れちゃったんだろうね。でそれとここのダイオード、これがなぜ溶けたかだよね。このヒートシンクみたいなさ、これすごい熱を持つんだろうね、多分ね。熱で溶けちゃったのか、それとも雷かなんかなって高電圧が当たったのか、ちょっとわからないけど、これを変えてヒューズを変えて設置してみたいと思います。基板を組み上がりましたんで、早速スイッチを入れてみましょう。それでは怖いな。スイッチオン。スイッチオン。電源を新しくショットキーバリアダイオードを付け替えて乗せてみたんですけど、やっぱり起動しなかったですね。いろいろ電圧を測定したりしてみたんですけど、こっち側も0ボルトで、こっちの出力側も0ボルト。要はこっちで来てないってことがもうおかしいので、要はこっち側のプライマリー側、左のプライマリー側から右のセカンダリー側にうまく飛んでないですね。なんでかなと思ってここを測ってみたけど、測定してみたけど、これも出してない、こいつも出してないで、いやここの抵抗があるんですけど、ここの抵抗の測定値を測ったら2メガオームありましたね。2メガオームで、この抵抗がおかしいからもうこっちに出してない。でなぜ壊れたのかを考えると、こっちがひょっとしたら出し続けてて、こっちが溶けちゃったのかで、制御する IC がこの下にあるんですけど、
この下にヒートシンクの下に IC があるんで、この IC ですね。この怪しいやつを全部変えないといけないんで、これとこの抵抗とこのトランスフォーマーとここの下にある IC とで、もうついでにこれですね、これも交換しちゃいたいと思います。で、どうしたかというと、これがなかなか日本で部品が見つからなかったんですね。日本で部品が見つからないので、同じようなシャープの基板、同じ基板が手に入らなかったので、似たような基板ですね、似たような基板を入手して、ここの作りは一緒ですから、 DPS やったかな、 DPS の ADPD だね、 ADPD の 216A の2っていう基板を入手して、でここのトランスフォーマーとここのダイオードですね、ショットキーバリアダイオードと、あとここの抵抗ですね、あとこのヒートシンクの下にある IC ですね、これ部品を12344点4点乗せ替え、こっちに乗せ替えようと思いますね。こっちに乗せ替えてみたいと思います。ダイオード救出ですね。指ハンダをして、このトランスとこれダイオードと抵抗とこの IC を移していきましょうかね。よし OK、 ここもか。これですね、シリコングリスをこいつ塗って、
押さえつけて、よし、これハンダ付けしようか。ハンダをつけて完了と。抵抗を入れ替えて、で、トランスを入れ替えて、トランスフォーマー入れ替えて、これも型番同じでしたね。で、この IC を入れ替えて、で、このショットキーバリアダイオードを入れ替えたと。これでつかなければ、ちょっとこれで一回掃除して試してみましょうかね。シュッシュッと掃除して。一応裏に基板を、狭いな。こうやって取り付けましたね。で、ケーブル類もつけて、これでコンセントプラグを入れてみましょうかね。スイッチオン。あ、ついたついた。ついたよ。ほら。ああ、ついたついた。よかった。ついたね。おお、修理完了です。外部機器からの入力がありません。つきました。ちょっと、今度はカメラのバッテリーが切れそうなので、ちょっと一回切ります。はい、修理完了ですね。4K のモニターを初めて使ってみたけど、やっぱ綺麗ですね。だけど、テレビの修理はすごく危険を伴うんで、あれですね、おすすめはしません。詳しい人だけやってください。コンデンサーとかもすごい電気が溜まってるんで、電源を抜いたとしても感電の恐れがあって、ワンチャン大事故につながります。必ず専門家の指導のもと、修理する場合は行ってください。この動画は修理を推奨する動画ではありません。技術的な情報に何かヒントになればなと思って作成した動画です。それではまた。